女は大変なわがまま者でした。どんなに心を込めたごちそうをこしらえてやっても、必ず不服を言いました。彼は小鳥や鹿を取りに山を走りました。イノシシも熊も取りました。びっこの女は木の芽や草の根を探してひねもす林間をさまよいました。しかし女は満足を示したことはありません。毎日こんなものを私に食えというのかえ？だってとびきりのごちそうなんだぜ。お前がここへ来るまでは10日に一度ぐらいしかこれだけのものは食わなかったものだ。お前は山男だからそれでいいのだろうさ。私の喉は通らないよ。こんな寂しい山奥で夜の夜長に聞くものといえば、フクロウの声ばかり。せめて食べるものでも都に劣らぬおいしいものが食べられないものかね。都の風がどんなものか、その都の風をせき止められた私の思いの切なさがどんなものか。お前には察しることもできないのだね。お前は私から都の風をもぎ取って、その代わりにお前のくれたものといえば、カラスやフクロウの鳴く声ばかり。お前はそれを恥ずかしいとも、むごたらしいとも思わないのだよ。女の演じる言葉の道理が男には飲み込めなかったのです。なぜなら男は都の風がどんなものだか知りません。見当もつかないのです。この生活、この幸福に足りないものがあるという事実について思い当たるものがない。彼はただ女の演じる風情の切なさに当惑し、それをどのように処置してよいか目当てについて何の事実も知らないので、もどかしさに苦しみました。今までには都からの旅人を何人殺したか知れません。都からの旅人は金持ちで所持品も豪華ですから、都は彼の良いカモで、せっかく所持品を奪ってみても中身がつまらなかったりすると、チェ、この田舎者めとか、土百姓めとか罵ったもので、つまり彼は都についてはそれだけが知識の全部で、豪華な所持品を持つ人たちのいるところであり、彼はそれを巻き上げるという考え以外に余念はありませんでした。都の空がどっちの方角だということすらも考えてみる必要がなかったのです。女は櫛だの郊外だのかんざしだの紅だのを大事にしました。彼が泥の手や山の獣の血に濡れた手でかすかに着物に触れただけでも、女は彼を叱りました。まるで着物が女の命であるように、そしてそれを守ることが自分の務めであるように、身の回りを清潔にさせ、家の手入れを命じます。その着物は一枚の小袖と細紐だけでは事足りず、何枚かの着物といくつもの紐と、そしてその紐は妙な形に結ばれ、不必要に垂れ流されて、いろいろの飾り物を付け足すことによって一つの姿が完成されてゆくのでした。男は目を見張りました。そして丹精を漏らしました。彼は納得させられたのです。かくして一つの美が成り立ち、その美に彼が満たされている。それは疑る余地がない。個としては意味を持たない不完全かつ不可解な断片が集まることによって一つのものを完成する。そのものを分解すれば無意味なる断片に帰する。それは彼は彼らしく一つの妙なる魔術として納得させられたのでした。
男は山の木を切り出して女の命じるものを作ります。何者が、そして何用に作られるのか、彼自身それを作りつつあるうちは知ることができないのでした。それは胡椒と肘掛けでした。胡椒はつまり椅子です。お天気の日、女はこれを外へ出させて、日向にまた木陰に腰掛けて目をつぶります。部屋の中では肘掛けにもたれて物思いにふけるような、そしてそれを見る男の目にはすべてが異様な、生めかしく悩ましい姿に他ならぬのでした。魔術は現実に行われており、彼自らがその魔術の助手でありながら、その行われる魔術の結果に常にいぶかり、そして単勝するのでした。びっこの女は朝ごとに女の長い黒髪をくし削ります。そのために用いる水を男は谷川の特に遠い清水から汲み取り、そして特別そのように注意を払う自分のロークを懐かしみました。自分自身が魔術の一つの力になりたいということが男の願いになっていました。そして彼自身、くし削られる黒髪に我が手を加えてみたいものだと思います。いやよ、そんな手は。と、女は男を払いのけて叱ります。男は子供のように手を引っ込めて、照れながら、黒髪に艶が立ち、結ばれ、そして顔が現れ、一つの美が描かれ、生まれてくることを、見果てぬ夢に思うのでした。こんなものがなあ。彼は模様のある櫛や飾りのある甲蓋をいじり回しました。それは彼が今までは意味も値打ちも認めることのできなかったものでしたが、今もなお、物と物との調和や関係、飾りという意味の批判はありません。けれども、魔力がわかります。魔力は物の命でした。物の中にも命があります。お前がいじってはいけないよ。なぜ毎日決まったように手を出すのだろうね。不思議なものだなあ。何が不思議なのさ。何がってこともないけどさ。と男は照れました。彼には驚きがありましたが、その対象はわからぬのです。そして男に都を恐れる心が生まれていました。その恐れは恐怖ではなく、知らないということに対する羞恥と不安で、物知りが未知の事柄に抱く不安と羞恥に似ていました。女が都というたびに、彼の心は怯え、おののきました。けれども彼は目に見える何者も恐れたことがなかったので、恐れの心に馴染みがなく、恥じる心にも慣れていません。そして彼は都に対して敵意だけを持ちました。何百何千の都からの旅人を襲ったが、手に立つものがなかったのだから、と彼は満足して考えました。どんな過去を思い出しても、裏切られ、傷つけられる不安がありません。それに気づくと、彼は常に愉快で、また誇りやかでした。彼は女の美に対して自分の強さを対比しました。そして強さの自覚の上で、多少の苦手と見られるものはイノシシだけでした。そのイノシシも実際はさして恐るべき敵でもないので、彼はゆとりがありました。都には牙のある人間がいるかい？弓を持った侍がいるよ。ははは。
弓なら俺は谷の向こうのスズメの子でも落とすのだからな。都には刀が折れてしまうような皮の硬い人間はいないだろう。鎧を着た侍がいるよ。鎧は刀が折れるのか。折れるよ。俺は熊もイノシシも組み伏せてしまうのだからな。お前が本当に強い男なら、私を都へ連れて行っておくれ。お前の力で私の欲しいもの、都の息を私の身の回りへ飾っておくれ。そして私に真から楽しい思いを授けてくれることができるなら、お前は本当に強い男なのさ。わけのないことだ。男は都へ行くことに心を決めました。彼は都にありとある櫛や甲蓋やかんざしや着物や鏡や紅を三日三晩と立たないうちに女の周りへ積み上げてみせるつもりでした。何の気がかりもありません。一つだけ気にかかることは、全く都に関係のない別なことでした。それは桜の森でした。2日か3日の後に森の満開が訪れようとしていました。今年こそ彼は決意していました。桜の森の花盛りの真ん中で身動きもせずじっと座っていてみせる。彼は毎日密かに桜の森へ出かけてつぼみの膨らみを測っていました。あと3日。彼は出発を急ぐ女に言いました。お前に支度の面倒があるものかね。と女は眉を寄せました。散らさないでおくれ。都が私を呼んでいるのだよ。それでも約束があるからね。お前がかえ？この山奥に約束した誰がいるのさ。それは誰もいないけれども、ね。けれども、約束があるのだよ。それはまあ、珍しいことがあるものだね。誰もいなくって、誰と約束するのだえ？男は嘘がつけなくなりました。桜の花が咲くのだよ。桜の花と約束したのかい？桜の花が咲くから、それを見てから出かけなければならないのだよ。どういうわけで？桜の森の下へ行ってみなければならないからだよ。だから、なぜ行ってみなければならないのよ。花が咲くからだよ。花が咲くからなぜさ。花の下は冷たい風が張り詰めているからだよ。花の下にかえ？花の下は果てがないからだよ。花の下がかえ？男はわからなくなってくしゃくしゃしました。私も花の下へ連れて行っておくれ。それはダメだ。男はきっぱり言いました。一人でなくちゃダメなんだ。女は苦笑しました。男は苦笑というものを初めて見ました。そんな意地の悪い笑いを彼は今まで知らなかったのでした。そしてそれを彼は意地の悪いというふうには判断せずに、刀で切っても切れないようにと判断しました。その証拠には、苦笑いは彼の頭に判を押したように刻みつけられてしまったからです。それは刀の刃のように思い出すたびにチクチク頭を切りました。そして彼がそれを切ることはできないのでした。3日目が来ました。彼は密かに出かけました。桜の森は満開でした。一足踏み込むとき、彼は女の苦笑いを思い出しました。それは今までに覚えのない鋭さで頭を切りました。
それだけでも彼は混乱していました。鼻の下の冷たさは害のない四方からどっと押し寄せてきました。彼の体はたちまちその風に吹きさらされて透明になり、四方の風はゴーゴーと吹き通り、すでに風だけが張り詰めているのでした。彼の声のみが叫びました。彼は走りました。なんという虚空でしょう。彼は泣き、祈り、もがき、ただ逃げ去ろうとしていました。そして、鼻の下を抜け出したことが分かったとき、夢の中から我に返った同じ気持ちを見出しました。夢と違っていることは、本当に息も絶え絶えになっている身の苦しさでありました。